グータラズです。今日はね、車庫帳のクリーニングっていうのをね、やっていきたいと思います。ちょっとね、外す機会があったんですよ。車庫帳みんな洗ってる車庫帳って、なかなか外さないから洗わないよね。でもね、もう、この車庫帳実はもう使わないことになったんで、保存しておこうってことで、せっかくなんでね、クリーニングして、ちょっと保存していきましょう。現状を見てみます。結構汚れてるね、正直。車庫帳ってね、雪国の人特にそうだけどね、冬走っちゃうとね、錆びるんだよね。本当に錆びてね、このシールだとかブラケットだとかがね、固着するんだよね。これも固着してるかなって心配しつつね、ちょっと分解してみましょう。実際ね、ここ結構ひどい錆だったんですよね。このなんていうんだろう、アッパーのところの減衰を調整するところ、ここがね、やっぱ錆びてる。結構ここ錆びるよね。なんでここ錆びんだろうな。水がやっぱり入ったり溜まったりしてるんでしょうね。なのでね、ここはね、ワイヤーブラシでガシガシ錆落としちゃいます。本当はね、アッパー取ってからやればよかったんだけど、ここワッシャーだよね。ワッシャーのこの錆も落としたかったんで、つけたままやっちゃいました。もうガシガシやります。結構ね、地味に時間かかるんだよね、これね。でもね、かなり綺麗になります。気持ちいいぐらいかなり綺麗になりました。ね、綺麗でしょ？前の赤サビは全くなくなってね。でね、ここからね、どんどんばらしていきます。ブラケットは、車高結構変えてたんで、結構すんなり回ったんだけど、ちょっとやっぱりね、渋いです。周りが渋いね。回り方がやっぱり渋いなって思いつつ、渋かったらね、本当にパーツクリーナーだとか、なんて言うんだろう、CRC とかね、行ってる途中だっちゅうの。行ってる途中で割愛しないで。そう、ここは錆びてなかったんだけど、こう回らなかったらね、潤滑やってください。割愛されたけど。いいか。ここも進みます。シールもね、どんどん取ってきます。ここもね、どうせ割愛するんでしょ？しないの？そうね、パーツクリーナーとかね、駆使して渋かったらね、やっぱり汚れ落としてあげて、このネジ山のとこにやっぱり小さな砂利だとかが入ってるんで、これをね、落としてあげます。ワイヤーブラシでやればいいんですけど、テフロン加工されてる車庫帳もあるんで、それだとね、ワイヤーブラシだとテフロンが取れちゃうんでね、あまりワイヤーブラシで擦らない方がいいです。正直。ナイロンブラシぐらいでやった方がね、ナイロンブラシとあとはパーツクリーナーとかでやった方がね、テフロンも落ちないので、それぐらいがいいです。そうそう、おっさん2人、1号2号でやってるんですけどね。1号の方がやっぱ早い。熟練の技、もう早いもん。ブラケットの回し方も違うもんね。なんつったって軍手してる。そう。これね、本当に地味な絵。本当地味だな。ってことでね、見事に割愛されました。仕方ねえよね、地味な絵だから。この辺のシールはね、ちょっと硬かったです。なのでね、貫通ドライバーでね、叩きました。このサイズのね、車庫帳レンチなかったんだよね。正直なくてさ。テインの車庫帳レンチあったんだけど、合わないんだよね。やっぱ車庫帳レンチはこのシールのサイズだとかによって違うので、数種類持ってた方がいいですよね。ということでね、まだまだ地味な絵続きますよ。
ひたすらにね、回します。まあほんとこの車高調バラすのってね、結構時間かかるんだよね。まあ本当によく回すよね。よく回さんとね、結構時間かかる。これ4本あるからね、おっさんたち2人でやってるからさ、2本ずつだけどさ、1人でやったら4本ばらさなきゃダメだからね、これ1人だと本当に時間かかります。でもね、ひたすらに全部をね、ばらしていきます。まあ全部って言っても、このシールだとか、アッパーだとかもばらすんですけど、そこについてるゴムだとか、そういうのも全部ばらして、で、洗っていこうと思って。ね。せっかくなんで、綺麗に。そう、おっさんいつもやっぱり早いね。もうバネばらした。おっさん2号はね、まだシールと戦ってる。早いよ。でね、アッパーもね、外していきます。ここ、減衰調整がついてるんで、この減衰調整回せば取れます。それもね、取ってあげましょう。そうするとね、このアッパーのナットが見えてきますんでね。このアッパーのナットはね、こう手で回すようにインパクトの方がいいです。手で回してるとね、下の、なんていうの、軸も一緒に回るんで、インパクトで一気にバッて回した方がね、結構取れます。バッてやね、バッてやった方がいいです。ガガガッとね。そうするとね、アッパーが外れます。しかし今回地味だな。ほんと地味な絵だな。もうここまでばらすとね、あとはゴム類、ワッシャーだとか、あとはスペーサーだとか、そういうものの類を外すだけです。もうね、完全にもうバラバラになりました。あとはね、そこまで汚くなかったんでね、水洗いでいいです。洗剤でね、寒空の下、そうです。洗いました。そう、またひたすらに洗ってる。ほんと地味な絵面。ってことは、当然、はい、三度割愛のも、あと、綺麗になりましたね。ほんとに綺麗。ほんとに綺麗だな。あとはね、これをね、組み上げていくだけです。これもね、組み上げもまた地味なんだよな。そうです。まあ、組み上げの時、今回はね、もう保存するだけだったんで、シリコンスプレー使いました。まあ、これからまたクリーニングして車両につけるって場合はね、シリコンスプレーだとかはあんまりやらない方がいいね。砂利がつくんで。今回はね、もうね、完全に保存っていうことでね、シリコンスプレー使ってます。まあ、防錆の意味も込めて、シリコンスプレーでね、まあ、錆を防ぐってことで、そう、ひたすらに地味だったんですけどね。でもね、綺麗になりました。見てください。この仕上がり。ここまで綺麗になります。あんなに汚かったのが、ここまで綺麗になる。今回はね、本当に保存するためで、シリコンスプレー対応したんですけど、本当に綺麗になりました。このね、しばらく保存しておきます。車庫帳っていろいろなね、なんていうのかな、ブラケットだけ変えれば、ブラケットとアッパーを変えればね、いろんな車種に対応できるんでね、この先なんかがね、加工したりしてつけることもあると思うんでね、その時のために綺麗にしておきました。どうです？綺麗でしょ？やっぱりアッパーの部分のさっきのね、赤サビがいっぱいだった原水のところのサビもないし、で、やっぱシリコンスプレーね、やっぱりかけると、やっぱりツヤも出てね、綺麗になります。ってことでね、今回は地味な絵面、地味な絵面ばっかりですけどね、車庫帳のクリーニングやってみました。いろいろやる機会もないですもんね、車庫帳が洗うってさ、外してわざわざ洗うってこともないからさ、意外とやらない人も多いと思うんですよ。
で固着してシール類が回らなくなって、で新しい車庫帳にするっていうパターンが多いんでしょうけど、意外とね、何年かに1回、1年1回洗った方がいいんだろうね、本当はね。っていうことも込めて参考までに洗った動画を上げてみました。この車庫帳を使わないんですけどね、ゆくゆく何かの車に加工してつけようかなと思ってはいるんですけどね、使わんだろうな。ということでね、本日のグータラズここまでになります。今日はね、本当に地味な絵面でしたが、また見てあげてください。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。